今回は金消しに色付け動画シリーズ、2020年にリリースの17のシリーズから伝説のマスクをペイントします。当時のアニメや超人図鑑カラーなどを参考にしながら、いつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。金消し17のカプセルに同梱されていたブックレットです。このパートはブラックホールとペンタゴンを軸にしたシリーズで、筋肉マンビッグボディや技消しとして以前に塗装したマリポーサとヘイルマンのアステカセメタリーなど個性的なラインナップの金消し団でした。まずは塗装前の状態です。独特のデザイン、形状をしています。マスクの台座になっている部分は中は空洞です。通常のキャラクターもの金消しとは作りが異なりますが、ペイントには大きくは支障ないので、そのままいつもの工程で下処理を進めていきました。スケールも少し大きい造形のスペシャルなデザイン。ペールオレンジで塗装もしやすい素地カラーです。塗装後のレビューを先に、彩色は定番の金銀マスクを基本に、台座には特殊効果表現で岩盤イメージの塗料を使いました。かかった時間は約20分の塗装でした。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。事前準備の流れは通常版の金消しと同様です。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取る。ベンジン漬け込みを一晩から2日して、過素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く。乾燥させミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子は使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのパンツァーエース肌色ハイライトカラーを塗りました。よく下地作りに使っている明るいライトな部類に入るフレッシュカラーです。一手間ですが、この下地のあるなしでその後の色のりは違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。全面に模型用の平筆で一気に塗るので、今回の造形の金消しでも 2,3 分あれば下地はできてしまいます。塗料は水性アクリルのパレホを基本に下出るカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。2000年に入って金消しは過去のシリーズの復刻版が2008年あたりにガシャポンで登場していましたが、本格稼働は2016年のプレミアムバンダイ完全新規造形の金消しセットから、2017年から今なお続く自販機販売の新シリーズが始まりました。下地の完全乾燥の後、本格的に色分けをスタート。ゲームカラーのカーキです。台座のベースカラーにしています。適度な粘性で隠蔽力強めの黄土色。下地も走行して一発で色は乗っていきました。隠蔽力は強めのカラーですが、これだけの面積のペイントはやはり難しい。塗っている間に乾いた箇所を上塗りしていくように重ねて徐々に色をのせました。パレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメイン。パレホの隠蔽力が強いのは顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。続いて背後のレリーフと手前の文字盤にはモデルカラーのガンメタルを使いました。鋼のカラーで濃い色味の銀色です。下地が効いて色は乗っていきますが、それでも塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。フォローで入れる下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料で、イギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。そして銀のマスクです。こちらはゲームカラーのシルバーを使いました。色のりの非常に良い銀の塗料です。粘度は低め、隠蔽力、塗膜は強い特性を持っています。広い面積は筆で塗りに行ってしまうとムラになりやすいので、
先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。これも先のカーキと一緒で、最初薄く色をのせて面積が広いので、塗ってるうちに乾いてくるんで、そこに色をのせていくという流れで作業を繰り返しました。金のマスクを塗りました。モデルカラーのブロンズを使用しました。ブロンズという名ですが、濃い色味のファレホの金色です。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で様々なジャンルの模型、プラモデル、フィギュア塗装に応用できます。消しゴムフィギュアの塗装では最初に行っている可素材抜きの工程が重要です。軟質のフィギュアにするために入っている可素材は厄介者で、そのまま塗装すると塗料の定着が悪かったり、事後に滲み出てきてテカリやベタつきの原因になってしまいます。当時物、復刻版、2010年代以降の新造形の金消しどれも使われている可素材は時代とともに変わっても、その抜き出し方は同じこのベンジンで問題なく今のところはやれています。仕上げの上塗りにかかります。台座に使ったのはシタデルカラーのテクニカル、特殊効果表現の塗料種にあるアルマゲドンダスト。岩盤の素地を作るときに使う粒子の含まれた特殊配合の塗料です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。伝説のマスクとは、主に戦いの神ゴールドマンの黄金のマスクと平和の神シルバーマンの銀のマスクのことで、ストーリー上では悪魔超人第2シリーズ黄金のマスク編の中核をなす神聖な秘宝です。マスクの消失により全超人が弱体化して正義超人たちが黄金のマスクを取り戻すために戦いました。ゴールドマンは悪魔将軍で、後にそれが真っ先に超人閻魔に認められたパーフェクトオリジンの一人であるという重要エピソードにつながっていきます。最後にシタデルカラーのシェード、ナルンオイルをメタリックの塗装箇所に染め塗りしました。これで陰影が出て質感が高まりました。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。ということで、今回は筋肉マン金消し塗装17のシリーズから伝説のマスクをメタリック塗料、特殊効果表現塗料を使って水性アクリル塗料にてペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。